にちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は注目の新商品最新情報をお届けします。あと失敗したお買い物の紹介と IKEA だらけのとてもおしゃれなお家のルームツアーも紹介します。まずはこちらのカラックスという棚なんですけども、まずお色がブラウンレッドで今流行りのカラーでとってもおしゃれなんです。カラックスとちょっと違うのが棚の位置が変則的になっているというのが面白いデザインなんですよ。なので真四角のところはカラックスにぴったりのボックスとかインサートたくさんあるのでそちらを使えますし、ちょっと広くなってるスペースのところにはこんな風にドーナツライトを置いたりすることができます。またこちらは横に寝かして使うこともできます。でブラウンレッドといえば今とても話題の IKEA PS シリーズのこちらのサイドテーブルもブラウンレッドのようなカラーになっています。カラーがトレンド感すごくあります。こちらは使わないときは閉じて使いたいときにさっと出せるという機構にとてもこだわって何度も試作を重ねた商品となっております。この後ろのバネを引きながら閉じて開くときはもう自動的に開くとカチッとロックがかかります。カチッと感がとても癖になる作りなのでぜひお店で触ってみていただきたいなと思ってます。こちらはペンダントライトっていうのかな、このバーのようなライトなんですけども、こちらがですね悔しくも失敗しました。まず何がやりたかったかというと、このライトをこんな風に設置するっていう IKEA ハックを紹介しているドイツのインフルエンサーのオスカーさんという方がいらっしゃいまして、これをね真似したかったんですよ。私はこの羽をねつけないで使うっていうデザイナーさん泣いてないかなって思うような使い方なんですけど、こちらなんと IKEA 社員の方のお宅訪問だったんですが同じような使い方をされてたんですよ。でこれ私もやりたいなと思っていろいろ調べまして、設置したい場所はこのキッチンの手元を照らしたいなと思って設置方法などを調べておりました。シーリングのそのソケットがないのでここには、ダクトレールから引っ張ってアダプターで引っ張ってこようかなと思ってたんですね。ただヨーロッパと日本とではその規格が違いまして、日本はねシーリング型になってるっていうんですかね、引っ掛けシーリングに適用したような形になってるんですよ。それでも何とかつけられるかなと思って購入したんですが、この引っ掛けシーリングのこの部分がどないしても外せなくって、でどうしてもこの金属フレームから外すことができなかったのでちょっと一旦そっと蓋を閉じました。普通に引っ掛けシーリングで設置する分にはいいと思います。ただ IKEA は1年間レシートを取っておけば返品することが可能ですのでその点は安心です。開封済みでも返品対応してくれますので、しかも1年間なのでちょっとしばらく悩みたいと思います。何かいいアイデアがあればぜひ教えてください。先ほどの IKEA 社員の方のルームツアーを紹介したいと思います。 IKEA だらけなんですよ。でめちゃくちゃおしゃれでした。まずこちら玄関はリンドビーンのミラーがかかっていました。でこちら寝室なんですけども、こちらはリステルビーシリーズです。日本ではもう発売終了していました。品のいいサイドテーブルですよね。壁紙がすごくおしゃれです。でこちらのお家はとにかくカーテンが天井から床までっていうのがすごいこだわりを感じました。こちらのお部屋もそうですね。ウォールデコレーションもとっても素敵です。こちらの部屋はドーナツランプが設置されていました。こちらはダイニングとキッチンエリアの横のウォールデコレーションです。でこの奥のキャビネットの上にはスピーカーがありました。 Bluetooth スピーカーです。そろそろ日本にも来るんじゃないかなと思ってます。そしてなんとここからバルコニーに出られました。こちらはリビングエリアです。ソファーはソーデルハムンが置かれていまして、このなんかカラーリングがすごく素敵ですよね。ソファーカバーとクッションとラグともう天才しかできないカラーパレットです。こちらにも先ほど紹介した Bluetooth スピーカーがありました。思ったより大きいんですよね。あれ存在感があり可愛いです。形が
で結構ここのお家はお子さん2人いますし、おもちゃなどのものが多いんですけども、部屋が広いっていうのもあると思うんですけども、すっきりおしゃれに見えてました。このスピーカーの上に乗ってるのってファードのランプですかね、ランプシェードですかね。こんなどうなってるんだろうと思って聞きたかったんですけど、ちょっとね聞きそびれちゃいました。すみません。こちらにもドーナツランプが壁にかけられていました。本当に照明ってこんないっぱいあっていいんですよね。こちらはお子様のお部屋です。ドレッサー兼デスクでしょうかがありまして、ベッドプラスソーデルハムのネイスもありました。こちらのチェストの上には充電器のライトとスピーカー、ウォールデコレーションのライト、全部 IKEA ですね。素敵です。スピーカーと時計の色が合ってておしゃれでした。こちらもお子さんの部屋です。多分ポケモンが大好きなお子様のようで、ぬいぐるみがたくさんありました。ウォールシェルフにぬいぐるみをこうやってベッドサイドに並べるの参考になるなと思いました。でびっくりしたのが奥に何ですか、プールみたいなのがありました。IKEA 社員の方はこんないい暮らしをしているということでよろしいでしょうか。じゃあミラーはリンドービーンの丸いミラーですね。うちもリビングで使ってますけども、シンプルで使いやすいミラーです。はい、お店に戻りまして新商品の紹介です。こちらちょっと変わったデスクが売ってたんですけど、これめっちゃいいなと思って、こうやって引き出して使えるデスクなんですよ。こんな風に、これめっちゃいいですよね。この普段使わない時はこう奥にしまっておいて、使う時だけこう引き出して使うっていう。私も今リビングで作業しているので、こういうのあったらこう小スペースでいいなと思います。でこの高さもこの状態の高さはモニタースタンドとかと同じ高さになってます。この奥のねモニタースタンドと比べていただくと分かると思うんですけども、だいたい同じような高さになってるので、モニターを置くとちょうどいい高さなのかなと思います。この引き出すのがちゃんとレールがついてて、スーッと軽く引き出せるのがすごくいいなと思いました。この飾り気のない超シンプルなデザインが本当いいですよね。こちらはデザイナーさんはルーカスさんという方で、前回かなの動画ですごくミニマルなお部屋のルームツアーを紹介させていただきましたので、そちらもぜひご覧ください。いや本当素敵なんですよ。で似たような商品群として、こちらはドレッサーなんですけども、こちらもとてもシンプルなデザインのものが新しく出ていました。シンプルかつコンパクトです。ここを開くとミラーになっていまして、手前には引き出しがあるというシンプルな作りになっていました。かなり横幅がコンパクトなので、そんな広くない場所にも使えるんじゃないかなと思います。こちらのルームセットで先ほど冒頭で紹介したカラックスの背景に置いてあったアートがですね、こちらは横向きにディスプレイされていて驚きました。方向は自由だったんですね。こちら IKEA のミラーを全面に壁に貼ってまして、いいですよね。いつかやってみたい IKEA ハックの一つです。こちらオレンジの丸いものも Bluetooth スピーカーです。こちらもそろそろ日本に入ってくるんじゃないかなと思ってます。こちらの店舗はコペンハーゲンの IKEA です。はい、購入品の紹介です。 IKEA PS シリーズのポータブルランプを購入したので紹介します。こちら3色展開となっていまして、このボディの色だけじゃなくて、このベース部分、ガラス部分も全部実は色が違います。このボディの部分は金属でちょっとザラッとした質感もあって、とても重厚感のある作りとなっています。ほんとこれ何色にするかすごい迷ったんですが、今回は赤を購入したんです。でももう一個買っとけばよかったなって正直思うぐらい可愛くて満足しています。でこちら購入してきた赤色のライト、ポータブルライトと、あとフロアライトも購入しましたので、それ用の電球です。
ポータブルライトは今回珍しく充電池が付属しています。電池を別で買う必要はありません。この箱の中に一緒に充電池が同梱されています。このザラッとした質感がとてもいい感じです。さすがに動画といえどなかなかこの質感をお伝えするのは難しいなと感じます。こちら充電池です。こちらを中にセットします。下をこう回して外しまして、ここに電池をパカッとこの端子の向きを合わせてパカッと電池をはめます。ちゃんと説明書もついていますので、今回は謎な記述はなく分かりやすかったです。でこの電気の周りに、この LED の周りに紙がついてますので、これを外します。はい、であとはこれを戻せば完成です。でオンオフがこのタッチ式になってまして、物理的にカチッてならないので、ちょっとスイッチどこどこって分かりにくいと思います。ポータブルなので本当どこでも置けちゃうのが素晴らしいなと思います。結構しっかり明るいのにポータブルなので使いやすいです。で3段階に明るさ変えられるのもいいですね。眩しすぎなくていいと思います。でこんな感じでタイプ C で充電します。こんな感じで横にインジケーターがついていました。このコンセントがこの辺にはなくてですね、ライトを設置できなかったここが鏡があるんですけど、こういう場所にも置けちゃうっていうのがとてもいいなと思いました。可愛くて汎用性が高いのでもう一個欲しいです。お店に戻りまして新商品紹介します。すごく夏らしいディスプレイがありました。こちらの柄のカーテンが新商品でして、なかなか大胆な柄ですよね。とてもハードルが高そうですが、こうやってディスプレイされてると結構可愛いなと思いました。カーテンが派手なのでベージュのソファーとベージュのラグと合わせてありました。ブルーに合わせてブルーのクッションも置かれていました。ソファー、こちらパーソナルソファーは最近人気のパーソナルチェアのベージュですね。可愛いです。ラグは毛足がちょっと長めのタイプとなっています。こちらもとても人気のある商品です。リッチな雰囲気なんですけどお手頃価格というので人気な商品です。こちらは渋谷店のディスプレイです。こちらも同じカーテンを背景にソファーとこちらプーフですね置かれていました。こちらは背景にブルーのビリーっていう本棚を合わせてありました。すっごく派手なはずなんですけどブルーがまとまっているのでとてもまとまった空間になっています。キッチンコーナーなんですけども、ヘムラーガットという結構定番のキッチンシリーズがあるんですけども、そちらのフライパンから新色が出ていました。多分シーズナルかなと思うんですけど、季節で入れ替わってしまう商品かなと思うんですけども、可愛い赤が出ていました。去年は黄緑でしたっけね、ちょっと忘れましたけど、確かでもすごく可愛かったんですよね。このシリーズ自体はずっと前からあるのでレビューも結構溜まってますので、安心と信頼のシリーズだと思います。IKEA はフッ素加工はやってないのでそこだけは注意です。脱フッ素をねずっと結構前から IKEA はしています。サイズは2種類の展開のようでした。さてもう一つ購入品紹介します。 IKEA PS のフロアライトです。私はイエローを選択しました。発売日当日本当大変でしたね。当日はすぐ売り切れてしまったんですけども、この動画が公開される頃には落ち着いてきてるんじゃないかなと思います。組み立ては簡単でした。もうつながってるので差し込んでいくだけ。工具も付属しているものだけで済みます。電球は GU10 のサイズのものを使います。私は
時間でオンオフしたいので、自動でオンオフしたいのでスマート電球タイプを買いました。古い方がですね安売りになってましたのでこちらにしました。 IKEA のハブを使っている人はこれでいいんですけど、そうじゃない人は新しく出たシリーズの方を買う方がおすすめです。これはね IKEA のハブでしか使えないですから、もうめちゃくちゃ素敵ですよね。この直線的なデザインがたまりません。なんといってもこちらの特徴はこのように2つの関節がありまして、そこで回転するということです。なのでアップライトにしたりスポットライトにしたりいろんな使い方ができます。それでいてすごく細身なので柔軟にいろんなところに置けるのがいいですね。壁を照らしますとかなり間接照明として明るくなります。さらに必ずしも90度で曲げる必要はなくて、 IKEA のデザイナーさんのお家でもやられてたんですけども、こんな感じで中途半端な角度で使うことも可能です。この中途半端な角度でも止まります。なので本当にいろんな使い方ができるのが魅力です。アップライトだと180センチ以上あるのでかなり高めとなります。うちの場合だとちょっとこれだとエアコンを目立たせてしまうのでダメですけど、こんなにスリムなのでこのソファーのね横とか窓際なんかにも置けちゃいます。ご覧のようにかなりスポットライト的な感じでその方向だけを照らすことができます。逆に部屋全体を照らしたいみたいな時には向かないかもしれません。壁を照らすと結構明るくなりますけどね。でこんな感じでどこに置こうかなって考えるのもとても楽しい商品です。ちょっと絵を照らしてみたり、ソファーの手元を照らしてみたりで、またイエローがすごくフレッシュな雰囲気になってとてもいいなと思いました。なのですが他の色もちょっと欲しくなりますね。本当に取り入れるだけで部屋が一気に可愛くなるシリーズだなと感じました。 IKEA PS シリーズからは他にも購入品がありますのでまた次回紹介していきます。発売日当日は先ほども申し上げたんですけどもかなり売り切れ状態だったんですが、限定コレクションではないのでまた入荷が来てますし、今ちょうどこの動画が投稿される頃は落ち着いてきてるんじゃないかなと思いますので、ぜひオンラインサイトから在庫をチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。